はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このアウディ RS3 18年モデルをですね納車して2日目3日目ぐらいですかね、3日目になるんですけども、納車してからまだちゃんと乗るタイミングがなかったので、今日は1日丸々休みを取って、しっかりとね長時間この車に乗っていけたらと思っております。アウディをね何機会だったか忘れちゃったんですけど、多分 TT とかかな。最初は高速道路でぶち抜かれた TT にバイク乗ってる時に、なんだあの速い車はと。でアウディを知って、アウディって速いんだみたいな本当漠然としたねイメージを持って興味を持って調べていったら、 TT にも RS という最上位モデルがあると。でそれはなんか内装が豪華になるとかなんだとかだけじゃなくて、エンジンがそもそも違うぞと。なんかね見た目は一緒なのに、どうやらどれもなんか S シリーズや RS シリーズっていうのがラインナップとして用意されていると。でそんな中でこの RS3 今回のねこの車両なんですけども、見た目は普通の A3 と一緒なのに、TTRS と同じような感じで、同じエンジンを積んでいると。なんだこの車はと。言ってしまえば TTRS ってやっぱ見た目もね、もうスポーツカーだな、すごい車だな、速いんだろうなっていうのはすごいわかるんですけど、 RS3 になると本当見た目はね A3 と見る人が見ればすぐ分かっちゃうんですけど、そんなにね興味ないよって人からすれば本当ただの A3 なんですよ。でその A3 にその400馬力のエンジンが積んでる。なんだこの車はと。で今日ねさっき今も使ってきたんですけども、このアダプティブクルーズコントロールだとかレーンキープアシストとか、あとはこのねなんといってもバーチャルコックピット。これねこの年式を買った大きな理由の一つもこれなんですけども、このバーチャルコックピットがねちょっと今遠いから見にくいかもしれないんですけども、このハンドルの前のメーター周りがもう画面一面、ナビだったりだとか車のインフォメーションっていうのを表示できるので、とても視認性がいいのと、やっぱりこのザ最先端みたいなね感じがすごい憧れる一つではありましたね。サイズがねやっぱ A3 のサイズなので、普段使いでもあんまこう気負いすることなく気兼ねなく、いろんな道をですね走りやすい、都心の方であったりとか小道だとか、あとこれから今行こうとしてる、ワインディングとか行ってちょっと道間違えちゃった時とかの、取り回しっていうのもですね、この3シリーズのサイズであれば比較的運転はしやすいのかなと思っております。ただ車重に関しては RS3 になると、駆動方式もですね FF ではなくてクワトロ、要は4駆になってるわけです。なので必然的に車重もそこそこ重くてですね A3 のサイズでありながら 1.6 トン1600キロあります。なので正直ですね、ゆっくりこうやって走ってる分には全く感じないんですが、ちょっとスピード域高いところで少しブレーキ踏み込んだりすると、そこそこやっぱ重い車重のね車が止まろうとしてるんだなっていうのはですね少し感じます。ドライバーの視点もですね結構視覚になるのがあんまりなくて、強いて言えばバックミラーじゃないな、サイドミラー見た時のこの車のお尻がですね少しこうポコってこう出てるので、それが少しこのタイヤの位置を把握しづらいかなぐらいのあれですね。路面とタイヤが同時には見えないので、ほとんどの車そうかな。ちょっとこれは慣れが必要ですけど、ちょっと慣れてしまえば1日走れば気にならない感覚ですかね。このドライブセレクトでですねモードを切り替えることができまして、今コンフォート一番穏やかなモードになってますが、ちょっとマイクで捉えられてるかな。今これバルブが開きまして、要は、バイクとかでいうとバッフルがいなくなったような状態、コンフォートはバッフルをマフラーにつけて走ってる状態で、今バッフルをこう外したような状態になりました。でちょっと車内だとねどこまで聞こえるかわからないんですが、この音がですねすごい堪能的でして、エンジン始動する時もこのいい音をね奏でてくれるので、本当乗るたんびにすごいこう高揚感が、出てくるというかね。
デメリットといえば、夜の指導とかもですね、結構この子お構いなしでも指導でね、ブンパンパンって言いながらこうエンジンかかるので、夜出発しなきゃいけない時とかがあると少しこう、ね、周りの人ごめんなさいっていう感じかなっていうノーマルなんですけどね。モード切り替えによってエンジンのサウンドを変えられる、これがやっぱり自分にとってはすごい魅力的で、今言ったみたいに、住宅街とか静かなところ行く時はコンフォートモードにして、穏やかにね迷惑かけないように走って、ワインディングだとか走行会参加した時にはダイナミックモードにして、この やる気を煽ってくれるような、このすごいレーシーなねこのサウンドを聞きながら乗ることもできる。それがこのボタン一つで行えるので、とてもねこの二面性っていうのはこの RS3 においてとてもすごい魅力的な部分の一つなんじゃないかなと思ってます。あとそう、モード切り替えでもう一個言うと、このインディビジュアルにすると、このコンフォートダイナミックで一体何が行われているのっていうのが、表示できるんですけども、基本的にはこのね4つのモードから好みのものを選ぶ。そしてこのインディビジュアルっていうのは、各項目をですねさらに細かく自分の好みに一個一個変えていくことができます。でこの私の、インディビジュアルは結局何をしているかっていうと、この Audi RS3 のエンジン音は楽しみたいよ、でもダイナミックのままだとすごいエンジンも引っ張ってくれちゃうし、ステアリングも重くなっちゃうし、サスペンションも硬くなっちゃうので、音は聞きたいんだけど乗り心地が悪くなるのは嫌だと。そこでインディビジュアルで、音だけダイナミックで、あと全部コンフォートに今してます。本当音だけを楽しむモードにしてます。そういう、ちょっと変態的な、カスタムがこのインディビジュアルでは行います。そしてめっちゃ渋滞してます。でもね、渋滞してるけど個人的には全然苦じゃない、楽しいそれでも楽しい。あとはこのトランスミッションがデュアルクラッチの7速オートマなんですけども、やっぱよく言われてるダイレクト感っていうところと、あとシフトチェンジがやっぱものすごく速くて気持ちいいんですよ。バイクのクイックシフターよりもね多分速いんじゃないかな、感覚的にはね。ただギア比っていうんですか、ギアレシオというかは私が普段乗ってる 10R とかの方がもっとクロスミッションで、レッドゾーンまで来て、シフトアップしてもまた本当レッドゾーン手前からはちょっと言い過ぎですけども、パワーバンドの中だけでずっとこうシフトチェンジがされていくので、それに比べると手動でね変えてると結構やっぱそこそこ回転数落ち込むような印象がね多少は受けますけども、ただパワーはそれでも十分あるんで全然立ち上がれるとは思うんですが、そのデュアルクラッチの、そのダイレクト感と、あとは音ですね、シフトチェンジの、ちょっとこれもあとどっかでアクセル開けられるタイミングがあったらそれもねお届けしたいかとは思うんです。危険じゃない範囲で、すごいなこれ切り替えがこっちでねちょっと遠いのが少し難点なんですよね。多分左ハンドルベースで組まれてるので、一番左ハンドルの時に近いスイッチでドライブセレクトがここなんですけども、これ一応ステアリングのこのファンクションキーボタンで変わらないよステアリングのボタンでちょっと待ってね、これ多分設定でここで切り替えるっていう設定もできるようになるので、わざわざここまで手を伸ばさなくてもここのステアリングのボタンでこのアスタリスクのようなマーク押せばいけます。ちょっとダイナミックモードに入れてみましょうか。でシフトダウンもしてくれて、やっぱ最適なねギアに持ってってくれてるみたいです。ちょっと右車線側行かせていただいて、ハンドルが重い。バブリング聞こえましたかね。こんな感じです。だからちょっと踏んでみますよ。こんな感じです。だけど飛ばしはしないので車線まっすぐに戻ります。
はい、このね加速感もそうですし、バブリングもたまらんですよね。はい、戻します。ただちょっと今動画で分かったか分からないんですが、ベタ踏みしてからちょっとやっぱラグはあるんですよね。回転のキックダウンと、あとは4000回転ぐらいからじゃないとタービンがこう立ち上がってきてくれないっていうのはありまして、ただ4000回転ぐらいまで入ればそこから大口径のタービンにいきなりグンってこう爆発するかのように押してくれるっていう感覚はねありますね。サスペンションのやっぱモード変えるとこのつなぎ目が全然違いますね。いやこれ本当ね、前のオーナーさんマグネティックライドと、マトリックス LED ヘッドライトを入れてくれてて本当にありがとうございます。メイクしましょうか。おはようございます。730円。はい、はい、どうも。今日は白バイいました？こっちからは今日入ってない。あ、本当ですか。わかりました。ありがとうございます。久しぶりに晴れたんで。ね、そうですよね。はい、どうも。さあ、ちょっと上り坂で踏んでみましょう。行きます。バイクと違ってまだそんなね、とんでもないスピードに行かないとエンジン音を楽しめない、回しきれないっていうほどではないかなと思うので、セミの音がすごい。今エンジン回してるから走ってる感あるけど、全然まだ法定速度内でございます。4000回転ぐらいからアクセル開けてアクセルオフにすると、こうやってアフターファイヤーとかバブリングの音がすごいです。で、ブースト系ーター、ブーストあった、4000、5000ぐらいからブーストがね、そう4000、5000ぐらいからブーストメーターが回りますね。で、これスポーツ走行とかする人はこれかな、横滑り防止機能オフボタンを押せば切ることもできると思うので、本当にスポーツ走行したい人はそれかな。さあ、第一休憩ポイントまで来ましたよ。ドリフト禁止。はい、みんなやめましょうね、ドリフトはね。U ターンもダメです。はい、どこに止めればいい？ほんとこういうね、写真のセンスが私全くないのでどこに止めればかっこよく撮れますか？教えてください皆さん。で、リアカメラはすごい広角でカメラ見ながら迷子になります。今ね、バイクのインプレッションでよく通るここのボコボコ道、意外と吸収してくれてる。ちょっとね、カメラはね今結構揺れてるかもしれないんですが、コンフォートでね、ここのボコボコ道走る分には全然不快じゃない。ちょっとこれ予想以上の効果で驚いてます。効果予想以上に柔らかくて驚いてます。じゃあここでダイナミックいってみましょうか。はい、硬くなりましたね硬くなりましたね。ハンドルも重くなりましたね。ダイナミックにすると、そうね、バイクでいうと 10R の標準のサスぐらい硬いです。ほんと一個一個のボコボコがね突き返されてる感じがすごいするので、やっぱこういうところ、ちょっと路面の悪いところではダイナミックだと不快になりますね。で、ちょっとじゃあコンフォートにまた、はい、路面の音もやっぱ変わりましたね。はい、だいぶ柔らかくなりました。こんなに違うんだね。ダイナミック、応答が
良くなった。さあ R6 についていけるでしょうか。全然向こうは飛ばしてませんいやバイクはねやっぱ速いよ。もう全然軽く綺麗に全然バンクしてないけどどんどん普通に離されちゃう。いい音いいさすでさっきまで、ゆっくり走ってると不快だって言ったダイナミックの足なんですけど、ワインディングで走ってちょっとこうロールがあるような場面とか、あとスピード域が上がってきた時の段差とかはかえって収束がすごい速やかに終わるので、乗り心地の悪い印象だった足から一変してすごい安心感のある足に変わりますね、やっぱりね。あとハンドルが重くなったのもだいぶその要因は大きいのかなとは思います。でブレーキタッチもですね、これそのオプションのねセラミックカーボンではなく普通のやつなんですが、とてもですね初動のタッチは優しくて、この泣いてるぐらいの度合いなんですけど、コントロールがですねすごい無段階的にしやすくて、そのちょっとしたスピードの減速から、ちょっと強めのね制動力から多分万が一の時の急ブレーキまで多分ねどれも難なくこなせそうな、そんな感じはねすごいあります。踏みしろで言うと今全然まだ踏んでないんですけど、全然街中ではですね、体感 5%、10% ぐらいの踏みしろで、十分減速と停止はねできるかなっていう気がします。はい、そしてシートはね多少のホールド性はありますが、多分オプションのスポーツシートとか一般的なバケットシートに比べたら、全然ホールド感はないですね。腰から上は結構自由な感じ、逆に言うとスポーツ走行でスペース上げてくると、もう少しホールド感があってもいいかもしれないですよね。ただ私の使い方、普段街中で乗ってたまにワインディングとか行くぐらいだったら全然もう十分でございます。で今回私が購入したのはセダンタイプを揺れるセダンタイプの RS3 ではございますが、ゴルフとかね、あとお買い物車としても使って荷物もいっぱい積むよっていう人はスポーツバッグのタイプ買うと、より日常のね利便性は上がるんじゃないかなと思います。こういう景色のいいところで走るときにこのモニターの存在邪魔だよと思ったらこれを押せばより開放感が増すと。今ね東名高速道路で横浜方面向かってるんですけども、まだ渋滞とは言い切れないぐらいなんですが、車両の台数はそこそこ多くなって、多分ねあともう 1,2 時間もすればもっと混んでくるかなっていう感じです。はい、でやっぱりさっきまでね、自力で運転してたんですけども、やっぱり長時間ねこの渋滞というかこのペースが続くと大した操作をしてなくても逆に結構気づかれとかしたりするので、今はレーンキープアシストとアダプティブクルーズコントロールを使ってもう半自動で運転してもらってるような状態です。やっぱりねすごい楽で、アダプティブクルーズコントロールは200キロまで時速200キロまで設定が可能みたいですね。日本じゃ使うことはないでしょう。やっぱりアウトバーンのねアウトバーンも視野に入れて作られた車なんだなっていうのはすごい思います。はい、でレーンキープアシストなんかもですね、こういった透明の、緩やかなねカーブとかもですね、ハンドルがある程度アウディの方で切ってくれるので、ドライバーはよりリラックスした状態でハンドル操作が行えるという感じです。でですね、前の車がねそこそこ強めにブレーキ踏んでもですね、ちゃんと対応してこっちもブレーキ踏んでくれるんですよ。本当に素晴らしいです。はい、これも今ブレーキから足を離してます。スタンバイはすぐできるんですけどブレーキしてない状態なんですが、今前が詰まってきたら今50キロぐらいまでですね、車速を落として調整してます。でまた前が開いたら加速してますしかしすごい加速だね。極端な話で言いますと、もう自分が助手席に乗ってるような気持ちです。もう
足を完全にリラックスした状態で、ハンドルは一応手を添えてて、それもリラックスしている状態です。で本当なんか誰かに運転してもらってるような、で誰かの運転で助手席に自分が乗ってるようなリラックス度合いです。今何かあった時のためにちゃんと操作はできるように構えておく必要はもちろんありますけども、それくらいこの自動運転というかね、いろんなサポートシステムがですね、ドライバーの、疲労軽減につながってるんじゃないかなっていうのはすごい思いますね。ウィンカーの音かわいいですよね消し忘れか、ハザードとかの消し忘れはね、結構音が目立つんで、なかなか、消し忘れはないんじゃないかとは思いますが、こんな感じです。ちょっと今日いろいろね長々とありましたけども、私がこの RS3 っていう車両に惚れ込んで、買った理由っていうのは様々ありまして、大きくまとめると、ハイパフォーマンス、二面性、取り回しやすさ、デザインかな、この要素が全部ね気に入ってて、購入しましたし、今もね本当買ってよかったなっていう満足感はあります。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。また動画作った際に遊びに来ていただけたら幸いでございます。ありがとうございました。さようなら。